唐揚げやポテトチップスなど脂っこいものが好きで食べてしまう。そんな生活の中で、なぜか最近、痛い口内炎が何度もできたり、肌荒れやニキビが治りにくかったりすることはありませんか？このようなトラブルが起きたとき、丁寧なスキンケアを意識する。あるいは、市販の薬で対処したくなりますよね。しかし、本当の原因が体内にあるとしたら、外側だけをケアしても、また同じ症状に悩まされることになります。実は、その肌荒れは、毎日摂っている脂質が体内でうまくエネルギーに変わらず、皮膚や粘膜に負担がかかっている兆候かもしれません。今回は、肌や粘膜の健康を守り、脂質を効率よくエネルギーへと変えるために欠かせない、ある重要な栄養素の働きを解説します。はじめに、皮膚や粘膜の健やかな再生を助け、その重要な役割を担うのが今回の主役であるビタミン B2 です。私たちの体を守るために、体内で一体どのように働き、どこまで深く関係しているのかを詳しく紐解いていきましょう。動画を最後までご覧いただくことで、正しい基礎知識だけでなく、不足した際の深刻な不調やサプリメントの注意点、そして食事で効率よく取り入れるコツまでが、これ一本でまとめて身につきます。肌荒れや口内炎に悩まされない健やかな毎日を過ごしたい方は、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、体の中でビタミン B2 がどのように重要な働きを果たしているか解説します。この栄養素の主な役割は、唐揚げやお肉の脂身、生クリームなどに含まれる脂質、つまり油分を体に必要な活力を作り出すためのエネルギーに変える手助けを行います。また、皮膚や髪の毛、そして体内の粘膜などを新しく作り、健やかに保つための大切な機能もあります。そのため、どれだけ脂っこいものを食べても、ビタミン B2 が不足すると、摂取した油分を活力に変えることができません。そして、代謝がスムーズに行われなくなり、皮膚や粘膜に深刻な影響を及ぼしてしまうのです。その結果、主に3つの不調が現れる原因となります。まず、1つ目に挙げられるのが、粘膜のトラブルです。油分の多い食品をたくさん摂ると、それを代謝するために、ビタミン B2 が大量に消費されます。その結果、体内での蓄えが不足し、唇の両端が切れる口角炎や、強い痛みを伴う口内炎を引き起こしてしまうのです。その痛みのせいで、通常の食事まで美味しく食べられなくなってしまいます。すべては栄養不足が引き金となって起こる現象なのです。2つ目は、皮膚や髪への影響です。この成分は、新しい細胞を作り出すためのサポートをすることから、お肌の健やかさを保つ美容、あるいは成長期に欠かせない発育のビタミンとも呼ばれています。しかし、体内で不足して脂質のバランスが崩れると、お肌がベタついてニキビができやすくなるほか、乾燥を招く原因にもなります。さらには、髪のツヤが失われ、パサつきが目立つようになってしまうのです。3つ目に挙げられるのが、視覚器官の不調です。健康な粘膜を保つ力が弱まると、瞳の違和感や充血、さらには光に対する過敏な眩しさへとつながります。ここで、光の元となる
テレビやデジタル端末から組織を守っているのがビタミン B2 です。何かしらの画面を長時間見てしまう現代社会において必要不可欠な栄養素と言えます。この成分が不足すると体内の脂質をエネルギーへと変える機能が低下するだけでなく、皮膚や毛髪、そして重要な瞳や口の健康にまで深刻な悪影響をもたらしてしまうのです。一方で、この栄養素は水に溶けやすい性質を持っています。そのため、通常の食事から取り入れる分には体内に蓄積されず、自然に外へ排出される仕組みになっているのです。サプリメントを利用した際、使用されなかった成分が外へと送り出されるときに、本来より鮮やかな色素として現れることがありますが、これは正常に体内を巡った証拠です。それと同時に栄養素の摂りすぎや、あるいは体内の水分が足りていないと知らせるサインでもあります。ただし、毎日サプリメントなどで必要な量を超えて摂りすぎてしまうと、胃の不快感やお腹の調子を崩すなど思わぬ不調を引き起こすリスクがあります。ここが利用する際の隠れた注意点です。では、こうしたリスクを避けながら体に必要なビタミン B2 を効率よく取り入れるにはどうすればよいのでしょうか。大切なポイントを2つに絞って解説します。まず1つ目は、日々の食事にレバーや納豆、卵を組み合わせることです。実は、この成分は動物のレバーや魚のうなぎといった食材に特に豊富に含まれています。こうした食材を毎日食べるのは難しくても、身近な納豆や卵、あるいは牛乳やヨーグルトといった乳製品を活用するのがおすすめです。普段のおかずや朝食に少し添えるだけで、1日に必要な量を手軽に補うことができます。2つ目のポイントは、光を避けて保存することです。ビタミン B2 には熱には比較的強いものの、光や紫外線に当たると壊れやすいという意外な弱点があります。例えば、牛乳が透明なボトルではなく、光を通さない紙パックに入っているのも、まさにこの大切な成分を守るためなのです。ですから、食材は直射日光の当たらない暗い場所に置くことが栄養を無駄にしないための賢い工夫となります。最後に全体のまとめです。ビタミン B2 は脂質を動くためのエネルギーへと変え、皮膚や粘膜、そして瞳を健康に保つための欠かせない栄養素です。不足すると不快な口内炎を繰り返し、肌荒れやニキビが増えるほか、瞳が充血する原因となります。水に溶けやすい性質があるため、毎日こまめに取り入れることが大切です。また、サプリメントなどによる過剰な摂取には注意が必要になります。だからこそ、特定の製品だけに頼るのではなく、レバーや納豆、卵、乳製品などをバランスよく食べることも大切になります。さらに、食材は光の当たらない暗い場所で保管し、毎日の食事からこの大切な栄養素を上手に補っていきましょう。肌荒れや口内炎を体質や寝不足のせいにして諦めるのではなく、今回の動画の内容を知識として役立て、健やかな毎日を過ごしてください。今日の解説が少しでも参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。AI ナビゲーターの
L がお送りしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。